も皆さんこんにちは。レッドです。最近このハイゼットをよく運転することがあるんですけど、ちょっとだけ悩みがございます。その悩みの内容は衝撃です。道路に少し深いへこみがあるところを走行するとドカーンって感じですごい衝撃が車内に伝わってきます。音の原因としてはリアタイヤのところにバンプラバーというゴムがついているんですけど、車体が大きく揺れるとこのゴムの部分と車体の金属部分が接触して、突き上げたような感じのゴーンっていう音が鳴っちゃうんですね。前はここまでひどくなかったんですけど、このキャリアを取り付けたことによって重量が増して、それが原因でこのゴンってね、突き上げがなるようになったんじゃないのかなと考えております。そこで今回は今回の症状を少しでも軽くできそうな商品を見つけましたので、そちらを取り付けていきます。それがこちら KTV アルティメットのリアソフトバンプラバー。純正のバンプラバーはこんな三角形な形で、ゴムの塊になっているんですけど、今回取り付けるバンプラバーはこの中が筒状になっています。そしてここが簡単にスポッてね抜けます。はめ込み式ですね。そして材質なんですけど、ゴムではなく固めなスポンジな感じがしますね。で、横にはなんかプラ系のリングがついています。そして中が空洞になっていて、つぶつぶがついています。なんかこのつぶつぶがすごくいい感じなのかな。すっごいね、なんかいい感じの形をしています。効果が期待できそうです。そして今から交換を実際していくんですけど、交換前の映像を撮っていますので、そちらを先にご覧ください。それではゴツッと当たるポイントを実際走ってみます。こんな感じでね、ゴツッと突き上げるんですよ。結構衝撃がすごいです。それではソフトバンプラバーの取り付け作業、レッツスタート。衝撃が柔らかくなるよ。今回は KTV アルティメットのバンプラバーを使って衝撃に備えます。まず最初にジャッキアップをしてホイールを外していきます。そして新たに組み込むソフトバンプラバー。純正のものと比べると1センチほど短いです。でもうこのバンプラバーは多分消耗品になってくるので、交換したい時にはこんな感じでスポッて抜いてスポッてはめることができます。で、あとはホイールを元に戻していくだけです。はい、OK。こんな感じで反対側もやっちゃいます。今両方組み終わったので、変化があるのかテスト走行していきます。全然違う。全然違う。柔らか。びっくりするぐらい柔らかい。純正のバンプラバーはゴムの塊でかなり硬く、先端が当たるだけで車内にすごい衝撃が伝わります。
一方 KTV のバンプラバーは柔らかくて純正よりも1センチほど低くなっているので衝撃の伝わり方が少し和らぎます。さらに全体的に力を分散してくれているので嫌な突き上げ感は感じなくなりました。重たい荷物を乗せてたり車高を落としている場合は今回取り付けたバンプラバーを取り付けることによって症状を軽減することができます。なので走行中の突き上げに悩まされている人がいたらぜひ今回のソフトバンプラバーを使ってみてください。いやー素晴らしい。それではあなたのカーライフが楽しくなるようにレッツカーエンジョイ。毎週金曜日夜19時より動画の方を配信してます。不定期で動画を配信することがあるのでよかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。 Twitter、Instagram、ブログをやっていて動画を配信する先に最新情報が載ってることがあるので気になる人がいましたらぜひチェックもよろしくお願いします。それでは皆さんまたお会いしましょう。バイバイ。